皆さんこんにちは。ギタリストの鈴木健二です。このチャンネルではギター機材のレビューやギターの良い音作りに役立つ情報を発信しています。今回レビューするのは今オープニングでちょっと聞いていただいたシノズのホワイトペダルというバッファー&クリーンブースターです。ギターの信号はハイインピーダンスなのでケーブルが長くなったりつなぐエフェクターが増えるほど音痩せや広域のロスが起こりがちです。皆さんもエフェクターをたくさんつないだ時にあれちょっと音が遠くなったかなって感じることってありますよね。そこでバッファーを使うとローインピーダンス化して音痩せを防ぐことができます。でこのホワイトペダルの場合極めて少ないノイズが少ないバッファー回路が働いてナチュラルに音を補正してくれます。しかもオフの時はバッファー回路さえ通らない完全なトゥルーバイパスなので、例えばトラディショナルなファズペダルなどバッファーが不要な場面では一切音を変えずに通すことができるんです。僕自身バッファーは基本的にギターの姿に必ず通しています。そしてこのホワイトペダルを制作しているシノズの篠原さんは山下達郎さんやトライセラトップスの和田翔さん、それから僕の先輩ギタリストでもある佐橋義之さんなど数々の著名アーティストのステージやレコーディングで長年エンジニアとして活躍されてきた方なんです。そうしたプロ現場の知識が詰まっているからこそ僕もやっぱすごく安心して紹介できますし、実際ね音痩せが気になるっていう方には特に試してほしいなと思います。この後音出しますけどもギターとアンプの本来の音をそのまま活かしながらも音痩せだけ防いでくれるのがとてもありがたいです。さらにこのホワイトペダルマイナス10デシベルからプラス20デシベルまで1デシベル刻みで調整できるクリック式ノブを採用しているのが大きなポイントです。ライブやレコーディングなんかでもうちょっとだけ音を上げたいとか逆にちょっと下げたいっていう時でもクリック式だとやっぱ正確かつ素早くセットできます。しかも内部で 30V に昇圧しているのでグッとブーストしても音が潰れにくくて、あとゲインを上げてもノイズが増えにくいです。ブースターとバッファーを両立させた実用的で便利なペダルだと思います。では実際にいくつかのパターンで音を出していきましょう。はい、まずはバッファーオンとオフを切り替えて音がどう変わるかを確認します。シールドが長い現場やペダルが多い人ほどこの差は大きくなります。ではオフの状態から弾いて続いてオンにしてみます。ちなみに今回はギターから5メートルケーブルでホワイトペダル、そこからさらに5メートルペダルでボリュームペダルなんかを挟みそこからアンプに行ってます。合計15メートルくらいのケーブルを使ってたくさんペダルなんかを経由した感じを再現しています。はい、オンにすると、広域が戻ってくるというか全体的に張りが出ますよね。もうこの後やっぱね、正直バッファーなしには戻れないって感じですし、僕自身もやっぱさっきも言いましたけどバッファーペダルはやっぱ必ずつないでいます。特にこのパッシブピックアップのギターならより顕著に効くと思います。では次にクリーンのアンプでホワイトペダルをブースターとして使ってみます。このノブはマイナス10からプラス20デシベルまであるので
音量をがっつり上げたり、それからちょっと下げたりっていうね、それが本当1デシ刻みで自由にコントロールできます。こんな風に例えばソロで音を前に出したり、あえてマイナス方向にして歪みや音圧を軽くするみたいな使い方もできます。これ1台でブーストカットを両立できるのはとても便利ですよね。では次は、ディストーションペダルと組み合わせてみます。ホワイトペダルを前に置いてプリブースト、つまりホワイトペダルディストーションアンプという風になっています。聞いていただいた感じで、これ太いですよね。こう歪みペダルのキャラはそのまま残しつつ、こうグッと押し出してくれる感じ。それからあとローノイズ設計のおかげでノイズが本当に増えにくいです。ディストーションをブーストするとどうしてもノイズは増えてしまいがちなので、このくらいローノイズな設計はやっぱグッとブーストしたい時にすごく助かりますね。あとオーバードライブをブースターとして使うパターンもありますが、どうしても音痩せしたりコンプ感が増す方向に行きがちです。もちろんそれはそれで用途としてはありなのですが、後段の歪みペダルやアンプの音質にも影響しやすいですよね。ちょっと比べてみます。オーバードライブでのブーストももちろんありですが、今の音色をそのままもう太くプッシュしたいなら、こういうホワイトペダルのようなクリーンブースターがベストだと思います。
こんな感じで一通り試してみましたが、シールドやエフェクターを通すことでの信号の劣化を最大限防ぎながら、音の土台を大事にしながらブーストしたい人にはぴったりじゃないかなと思います。実際どんな方におすすめかというと、例えばエフェクターが増えてきて音痩せ、広域ロスが気になってきた方。これやっぱりバッファーオン時に自然に補正できて、オフ時はトゥルーバイパスで柔軟に対応できる。それから音に太さや張りを求める方。これやっぱアンプや歪みのペダルのキャラをそのままにもう一段階押したいって場面でこれ大活躍してくれます。とにかく太いですね。あとソロでグッと前に出したい方。やっぱりマイナス10からプラス20まで細かく調整できるクリック式ノブがとても便利です。それからアンプの歪みを素直にプッシュしたい方。オーバードライブペダルでのブーストとは違ってナチュラルでとにかく太いブーストが可能。あとノイズもすごい少ないです。こういった皆さんにはね、ホワイトペダル間違いなくお勧めできます。さらに詳しい技術仕様や販売情報はシノズの公式ウェブサイトで確認できます。気になった方は動画下の概要欄からぜひチェックしてみてください。はい、ここまでホワイトペダルの機能と音を紹介しました。実際弾いてみてバッファーとクリーンブーストの両機能をうまく両立させていて、音をあまり変えずに補正、それから増幅できるのが魅力ですね。あとバッファー自体をオフできるので、その辺もとても便利だと思います。あととにかく音が太くなりますね。はい、最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が役に立った、面白かったと思ったら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。そして僕のオンラインサロン、鈴木健二のギターサウンドラボも、メンバーシップからもしよかったらチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。